皆さん、こんにちは。今日は私たちが毎日食べる大切なものについてお話しします。それはお米です。お米は日本のご飯にとってとても大切な食べ物です。毎日のご飯だけでなく、お祝いの時に食べる餅やスナックのせんべいにもお米が使われています。ところで、皆さんの国では主食は何ですか？パンですか？パスタですか？それともトウモロコシでしょうか？日本では主食といえばお米です。毎日3食お米を食べる人も多いです。でも実は日本の1人当たりのお米の消費量は世界で50位くらいとあまり多くはありません。それは近年日本ではパスタやパンを食べることが多くなってきたからです。それでも日本人にとってお米は大切な食文化であることは間違いありません。今日は日本のお米がどうやって日本の文化や生活に深く関わっているのか一緒に見ていきましょう。まず、お米の歴史についてお話しします。お米は日本の文化や生活にとってとても大切なものです。でも、お米が日本で食べられるようになったのはいつからでしょうか？お米が日本に伝わったのは今からおよそ2000年以上前のことです。中国や朝鮮から稲作の技術が伝わってきました。当時の日本人はこの新しい作物である稲をとても大切に育てました。これが日本での稲作の始まりです。日本は雨が多く、土も栄養がたくさんあります。このため、お米を作るのにとても良い環境でした。お米は日本のあちこちで作られるようになり、やがて日本人の主食、つまり一番大切な食べ物になりました。お米がたくさん取れることは、豊かで幸せな生活を意味していました。だから、お米は日本人にとって特別な存在になったのです。お米はただの食べ物ではなく、日本の文化や伝統とも深く結びついています。例えば、秋には新嘗祭というお祭りがあります。このお祭りでは、その年に採れた新しいお米を神様にお供えします。神様に感謝し、次の年もお米がたくさん取れるように祈る大切なお祭りです。お米はお正月や結婚式などの特別な行事でも使われます。例えば、お正月には鏡餅というお餅を神様にお供えします。結婚式では日本酒というお米で作ったお酒が使われます。日本酒は日本の文化でとても大切な役割を果たしています。さらに、江戸時代にはお米はお金のように使われていました。人々はお米を集めて税金を払っていたのです。お米がたくさん取れる地域は豊かで力がありました。お米は昔から日本の経済や社会にとって大切なものでした。お米の歴史を知ることで、
日本人にとってお米がどれだけ大切なものかが少しでも伝われば嬉しいです。さて、日本で食べられているお米にはどんな種類があるのでしょうか。日本でよく食べられているお米を紹介します。まず、日本で一番有名なお米はコシヒカリです。コシヒカリはふっくらしていて、もちもちした食感が特徴です。炊くと、とても甘くて美味しいご飯になります。日本の多くの家庭で毎日食べられています。次に、笹錦というお米を紹介します。笹錦はコシヒカリよりも少しあっさりした味です。このお米は特に寿司によく合います。笹錦で作ったお寿司はお米の味が強すぎないので、魚の新鮮な味が引き立ちます。もう一つ、特別なお米があります。それは、もち米です。もち米は、炊くと、とても粘り気が強くなり、もちもちした食感になります。もち米で作るのが、お餅です。お餅は、日本のお正月に欠かせない食べ物で、昔からお祝いの席で食べられてきました。最近では健康に気をつける人々の間で玄米が人気になっています。玄米は白米と違って外側の皮が残ったお米です。玄米には食物繊維やビタミン、ミネラルがたくさん含まれています。白米よりも少し硬くて、よく噛んで食べる必要がありますが、その分、健康に良いとされています。日本では、お米がいろいろな料理に使われています。今日は、その中でも特に人気のある料理をいくつか紹介します。まず、一番ポピュラーなお米料理の一つが、おにぎりです。おにぎりは、炊いたご飯を手で握って作ります。中に梅干しや昆布、鮭などを入れることが多く、海苔を巻くとさらに美味しくなります。簡単に作れて、どこでも食べられるおにぎりは、お弁当や軽い食事として、とても人気があります。寿司も有名ですね。寿司は炊いたご飯にお酢を混ぜた酢飯を使います。ご飯の上に刺身や野菜を乗せたり、巻いたりして作ります。寿司は日本の伝統的な料理の一つで、世界中で人気があります。ご飯と新鮮な魚や野菜を一緒に楽しめるバランスの良い料理です。もう一つ、天むすという料理もあります。天むすはおにぎりの一種で、中に天ぷらが入っています。名古屋という地域で作られた料理ですが、最近では日本中で食べられるようになりました。天ぷらのサクサクした食感とご飯のふっくらした食感が合わさって特別な美味しさがあります。さらに、日本のお米を使った特別な食べ物として餅があります。餅はもち米を蒸してついて作るお米の食品です。お餅はお正月に食べるお雑煮や鏡餅などに使われます。
あんこやきな粉をかけて、おやつとしても楽しまれています。もう一つ、日本のおやつとして有名なのが、せんべいです。せんべいは、米を粉にして焼いて固めたものです。せんべいには、醤油味や砂糖味、塩味など、様々な味があります。日本では、せんべいをお茶と一緒に楽しむことが多いです。そして、日本酒もお米を使った有名な飲み物です。日本酒は、米を発酵させて作ったお酒です。日本酒はそのまま飲んだり、料理に使ったりします。日本酒は、日本の各地域ごとに味や香りが違います。特に、冷やして飲む冷酒や温めて飲む熱燗は日本料理によく合います。こうしてみると、日本のお米は料理だけでなく、お菓子や飲み物にも使われています。お米がとても多くの場面で使われていることがわかりますね。また、日本ではお米を食べるだけでなく、稲荷神というお米の神様が信仰されています。稲荷神は農業や商売を守ってくれる神様で、日本全国にたくさんの稲荷神社があります。お米を神様にお供えして、豊作や商売がうまくいくようにお祈りする風習は、今でも続いています。こうした風習を知ると、お米が日本人にとってどれだけ大切なものか、もっと感じられると思います。今日は日本のお米についていろいろな角度からお話ししました。お米の歴史、種類、そして日本の文化や伝統と深く結びついていることがわかりましたね。これからも日本のお米や食文化に興味を持ってもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。